皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はこちら、新しく発売したランダムコレクションボリューム3に入っていたボトルマンのパーツを使ってボトルマンをカスタマイズしてバトルしていきたいと思います。今回のね、ランダムコレクションボリューム3は基本的にはボトルマンの性能は変わらなくて、ただカラーリングが違うだけの収録になっているので、それぞれのボトルマンの能力みたいなのは僕たちの過去の動画を見ていただければわかるかなと思います。なので今回はあえてパーツをカスタマイズしてバトルしていこうという感じにしようかなと思っております。それではやっていきましょう。はい、ということでランダムコレクションなんですけど、今回僕まだ2つしか買ってなくて、このねアクアスポーツと CC アクセルレオン DX しか当たってないので、今回はこのアクアスポーツ DX をカスタマイズして遊んでいきたいと思います。その前にね、このアクアスポーツ DX の黄色いカラーのやつ、前のアクアスポーツ DX から明確にね修正されたポイントがあって、それが頭です。ヘッドがめちゃめちゃ硬くなりました。いやいいよねこれ。これはいいね。いや出たばっかの時頭ポンポン取れてて、その度にねボトルキープって言って中断したりしてたからね。もうね相当力を入れても取れません。いやいいね、この修正はすごいありがたいね。ちゃんとね修正はしてくれてますね。ヘッドを取り外す時はこのねヘッドの裏の引っかかりのパーツに指を引っ掛けてあげてから外せば簡単に外すことができます。外しやすくてでも外れにくい、ちゃんとね修正はしてくれたなっていう感じはしますね。まずはじゃあデコのアクアスポーツでやってみようかな。はい、ということで今回私はランダムコレクションのアクアスポーツ DX を使ってバトルしていきたいと思います。そしてつぶやきさん太郎はレイドブレイブ DX を使っていきます。このレイドブレイブ DX の赤色のバージョンがランダムコレクションボリューム3には収録されています。では競技はターゲットシューティングをやっていきます。レディーキャップボトルバトルゴー。今久々すぎてどうやってたか。勝った。うわまあ3個は倒した。1個ね俺が倒せなかったの自分で倒したからね。そうなの気づいてすらない。はい、ということで1戦目はアクアスポーツ DX の勝利でした。やっぱりね使いやすいね、アクアスポーツ DX は。最初のコーラ丸、ライフルガーディアン、アクアスポーツ DX の中でも一番ね使いやすいボトルマンだとは思っております。アクアスポーツだけが欲しいならね、このランダムコレクションじゃなくてもいいんですけど、今回はねこういう風にターゲットもついてくるので、ターゲットも一緒に欲しいって人はねランダムコレクション結構おすすめなんじゃないでしょうか。でこのアクアスポーツ DX をカスタマイズしていきたいと思います。はい、では同じランダムコレクションボリューム3にも収録されている CC レオン DX のクイックローダーマガジンをカスタマイズしてみました。一応ボトルマン、自立できないボトルマンは大会等では使用できないっていうルールなんですが、これは一応自立しますね。ちょっとクイックローダーで支えてる部分もあるからルール上大丈夫なのかなって怪しい部分もありますが、これは片方こうしても大丈夫だけど両方上げるとさすがに倒れちゃうね。こういう倒れる状態のボトルマンは公式大会では利用できないそうです。この前ねこのランダムコレクションの動画でそういうことを確認するフェーズがあってさ、そういうのを公式の動画で言ってるってことは今後何かあるのかもって思っちゃうよね。大会がそうわざわざそうやってカスタマイズに言及するということは、今までのボトルスターチャレンジ以上の何らかの大会があるのではって勘ぐっちゃうよねっていう感じで、自立しないのが心配な方はこのカスタマイズセットに入っていたマガジン立てをつけてあげればしっかりと自立するようになります。安定感が違うね。違うね。今回はマガジン立てなしでやってみようと思います。それじゃあいきます。レディーキャップボトルバトルゴー。焦るとダメだ。球がなくなった。当たって球がなくなったということで今回の勝負はレイドブレイブ DX の勝利でした。手がわちゃわちゃしすぎて
全然弾込めれん。狙いを定めるのが難しかったってのと、ちょっと威力不足なのが気になったかなって感じがしたね、こっちは。あだからカスタマイズをするときは、そこを改善できるカスタマイズにするってのはありかもしれないなと思います。はい、ということで、じゃあパワーが必要だと。連射とパワーが必要ということで、最終的なカスタマイズはこれにしてみました。ごっつコーラマルエナジー DX の、ホールドパーツは使いつつ、強化コアボトルとしてマガジンをつけれるように改造してあります。そしてコーラマルエナジーのヘッドとアーム、そしてアクアスポーツの足で、クイックローダーマガジンと、ここにねアクアスポーツのショートマガジンがついてます。これがないとクイックローダーマガジンはこの羽に干渉しちゃってコーラマルエナジー純正にはつけることができません。なので今回このようなカスタマイズにしてあります。こんだけごついんですが、アクアスポーツの足とこのコーラマルのねアームについてるスタビライザーみたいなパーツだけでこのようにちゃんと自立することができます。なんで、コーラマルとアクアスポーツのパーツとシシレオンのパーツがあれば一応このカスタマイズは作ることができます。これでバトルしていきたいと思います。今回の相手はコーラマルエナジー DX とバトルしていきます。勝てるかなおいパワーと連射が備わっちまってるよ。それではいきます。エビキャップボトルバトルゴー。あっ、スマホです。では続きからいきますよ。エビキャップボトルバトルゴー。クイックローダーマガジンに手間取るやりました。ということでコーラマルエナジー DX の勝利でした。いや俺がこれ使うのめちゃめちゃ下手くそだったんですけど、実はこの改造にしたのには訳がありまして、僕たちのね共通の友人が最近ボトルマン始めたんですよ。でほぼこの改造のクイックローダーマガジンの改造にして戦った結果で、俺もボコられたんですよ。初めて1日の新人ボトルバトラーにそう期待の新星が現れてしまったな。そうなんですよね。でちょっと今ねクイックローダーのね装填に手間取ったりとかしたり、うちニクスとかがあったりしてちょっと手間取ったんですけど、多分ね強いんですよこのカスタマイズ。いや慣れたらマジで無双しそうだよね。ここは正直好みだと思うんですよね。マガジンつけるかつけないかは。なんで好みなんですけど、初心者でもある程度のプレイヤーに勝てるっていうカスタマイズで今回皆さんにお勧めしたいなと思ってこれを持ってきました。もう一回やっていい？ OK。 勝てるかは分かんないではリベンジ。 OK。 エリーキャップボトルバトルゴー。音やば。よし。むずい、めちゃくちゃむずいよ。なんであいつあんなにクイックローダーの使い方うまいんだいや最初から多分クイックローダーに慣れてる人はクイックローダーの方がいいんだろうね。難しいな。やっぱねコーラマル自体が強いんよ。そうね、コーラマルマジで強い。いやマジでね、その日はこれが無双してたんだよ誰も勝てなかったぐらいなんだけど、今日なんかめちゃめちゃ成績悪いな。なんだろうな。突然ですがこんにちは、ずんだもんなのだ。せっかくいいカスタマイズのボトルマンなのに、この動画だけ見るとノミズのせいで弱く見えてしまうため少し解説させてください。あとノミズが自宅で近所迷惑にならないように声を収録してみたらボソボソ声で聞くに耐えなかったため、ずんだもんが代わりにご説明します。さて今回のこのコーラマルエナジーのカスタマイズですが、決して弱いカスタマイズではありません。コーラマルエナジーの超強力なパワーショットをクイックローダーマガジンで連射できるようにしているというだけで強さはお分かりいただけると思います。競技もターゲットシューティングだけでなくプッシュボトルなどでも十分に活躍することができます。そんな強力なボトルマンで負けてしまった理由は単純にノミズが下手だったことと装填の仕方だと思います。まず前者は言うまでもなく動画をご覧いただいた通りです。せっかくクイックローダーマガジンで4発連射しているのに当たっているのは1、2発だけです。それ以外はかなり見当違いな方向に弾が飛んでいます。でもノミズは普段から下手くそではなく、以前の動画を見れば普通の実力だと思います。今回うまく狙いが定まらなかった理由があるとすれば、弾道がややそれているように感じたことくらいでしょうか。何度か修正を試みているシーンがあるので対戦中にもなんとなく気になっていたんだと思います。この弾道のブレがコーラマルエナジーのラバーによるものだとすれば、両側をプラにしたり単サターンなどのホールドに変更することで改善できると思います。
次に装填の仕方について。今回かなりクイックローダーマガジンの装填に手こずっていましたが、友人宅ではもっとすんなり装填できていました。友人宅と今回の対戦の違いはフィールドの高さです。友人宅ではこの図のように床の上でプレイしており、ボトルマンが低い位置にありました。対して今回の動画では図のように机の上で対戦しており、ボトルマンの高さは胸よりやや下くらいでした。この高さの違いがクイックローダーマガジンの装填の難しさに変化を与えているのではと感じました。床での対戦の場合はボトルマンが下にあり、腕をほとんど動かすことなく手首の動きだけでクイックローダーマガジンを装填することができます。しかし机の上、膝立ちの状態ではボトルマンが胸よりやや下にあるため、腕を床の時以上に動かして装填する必要があります。実際に家で同じような条件で試してみたところ、床の方が装填ミスしづらくやりやすいと感じました。そのため机の上でクイックローダーマガジンを使用して対戦する場合は立ってプレイしたり、中腰や足を開いて高さを調節することをおすすめします。ただこれはプレイスタイルや慣れにもよると思うので、全員がこの条件に当てはまるわけではないとは思います。自分に合った扱い方をぜひ見つけてあげてほしいのだ。改めてまとめると、このカスタマイズ自体は高威力の連射が可能なため、経験者相手に1日目の超初心者が勝てるだけのポテンシャルがあるということ。今回負けたのは野水がうまく扱えなかったのと、実績のある友人宅と環境がわずかに違ったこと。そして改善策としては、弾がそれる場合はプラプラのまっすぐと B 力のあるホールドパーツへの変更がおすすめ。クイックローダーマガジンを使うときはボトルマンが自分のお腹と同じかそれ以下になる場所が装填しやすくておすすめという感じなのだ。ちなみにこの動画を見た後に改めてカスタマイズし直すとしたら、ホールドパーツを単サターンのものにしたり、アームオエルミルカイザーなど片手打ちしやすいものに変更するのがおすすめだなと思いました。特にターゲットシューティングだけなら威力が過剰な気がするので、打ちやすさや値段的な意味でも単サターンはおすすめです。でもこんな風にボトルマン DX はカスタマイズできる要素が増えたので、ぜひ何度もトライアンドエラーして自分に合ったボトルマンをみんなにも見つけてほしいのだ。以上、ずんだもんでした。動画はもうちょっとだけ続くのだ。泣きの一回いやーなんかなんで勝てないんだろうな。まあ普通に考えて普通に慣れちゃってる俺にからしたらこれが逆に使いにくいのかも、やっぱり。じゃあもう一回やらせて。 OK。 エリキャップボトルバトルゴー。でマウントするようになったら何だろうな。あ、自分でたまった。引っかかった。倒したけどジャムったジャムったおかげだし、自分で1個倒したし、めちゃくちゃだな。いやーやってて思ったけど、人には相手増えたりあるな。そうね、自分に相性のいいボトルマンを探さないとね。まああとコーラマルはね、そもそもが強いから、まあ下手な改造しない方が強いかもなとは今やってて思った。いやでもね、ほんとね、このカスタマイズね、初心者が1日で使っても強いカスタマイズではあるのよ。だからクイックローダーとアクアスポーツが当たったらね、コーラマルエナジーを買えばできるからおすすめかなと思ってやったんだけど、俺が下手すぎるからちょっとね、あんまうまいとこ見せられなくて申し訳ないんだけど、一応強いカスタマイズです。おすすめのカスタマイズではあります。ただなくても強いかなとは今やってて思っちゃったかな。そもそもコーラマルエナジーがめちゃめちゃおすすめの機体だよね。そうそうそう。なんかね、こっちの弾打つスピードよりもそっちの弾打つスピードの方がマガジンがあるのに圧倒的に速かった気がするから、そこが問題かなとは思ったね。まああとこのね、ただマガジン1個にしてもちょっと変わるかもしれないし、ちょっとこれでもやってみようか、せっかくだし。じゃあマガジンだけだったらどうなるかやってみます。レディーキャップボトルバトルゴー。俺、荒くないんだけど、下手すぎんか。入ってない。やばいやばいやばい。これリップ。俺一発入ってんだ。絶対絶命じゃん。レディーキャップ。ボトルバトルゴー。オッケーさすがにな。一発入ってたからね。こっちのがね、俺はまだ使いやすいかもしれない。
やっぱこれは得て増えてというか、その人のプレイスタイル的な意味かもしれないね、なんならない方が強いっていう人もいるだろうし、でも逆に考えるとこれめっちゃいい話があって、金かけてめっちゃ強くしたボトルマンが一番強いわけじゃないっていうのが証明されたね。そうね、いいね、そういうとこは。これはそれはいいことだね。俺が下手くそっていうのもあるんだけど、でもこれだったらコーラ丸とアクアスポーツだけでできるから、このカスタマイズも悪くないかもね。まあそもそもなくても強いいい勝負したからね。こっちもあと1個だけだったから、そのキャップが1個入ってたか入ってなかったかの違いで負けちゃったけど、すごい接戦はしたから。だから下手に改造しなくてもコーラ丸は強いんだなっていうわけのわからん結論に至っちゃったけどまあそんな感じで皆さんもね、ぜひ自分なりのカスタマイズを見つけてほしいなと思います。せっかくなんで僕が普段使ってるボトルマンのカスタマイズもちょっとだけ紹介しようかな。